どうしようかな。メタン、どうしたんだい？今度日本に来る友達に日本旅行計画のコツを聞かれたの。何かいい方法はないかしら？お友達はいつ来るの？いつどこに行くのか何も決まっていないの。いろいろ計画したいんだって。なるほど。あ、その人のネット環境はどうかわかる？毎日オンラインゲームで世界中の人たちと遊んでいるわ。それならおすすめな方法が一つあるよ。ネットで検索するんだ。それはすでにやっているわ。その人は母国語を使って母国語の旅行サイトを見ていると思うんだけど、そうじゃなくて日本語を使った日本の旅行サイトを見てもらうんだよ。どういうこと？海外の日本を紹介するサイトは定番のものが多いんだ。もちろん分かりやすく情報を整理した形なので、それはそれで素晴らしいんだけど、今回はまだ何も予定が決まっていないんだよね。まだ何も決まっていないわ。それなら日本にどんな場所があってどんなサービスがあるか知りたいよね。もちろん知りたいわ。だから日本語を使った日本の旅行サイトを見てもらうんだよ。正確には日本の旅行代理店が日本人の国内旅行向けに作ったサイトだね。自国の有名な観光地を外国の人に紹介するのと、自国の有名な観光地を自国の人に紹介するのとでは、後者の方がより質が高い情報が必要となるよね。すでに知っている情報に魅力を感じないのは当然ね。日本人が日本人におすすめする日本国内旅行の情報は、海外の日本旅行紹介サイトより量も質も詳しくなるのは当然なんだ。日本人が国内旅行を計画するときに見ているサイトを見れば最新の情報が手に入るわね。その通りだよ。最新で人気があり豊富な情報が手に入るよ。それじゃあ今回は日本で旅行を計画する際のおすすめサイトチャランを紹介するよ。チャランは日本で大人気の旅行予約ウェブサイトなんだ。まずはこの URL を入れて検索しよう。ホームページはこんな感じだよ。使い方をイメージしやすいように目的列のカテゴリーからまずは検索してみよう。遊び・体験からさらにレジャー・体験に絞るといろいろ出てくるよ。今回は忍者・侍・武士体験を見てみよう。これは子供が忍者体験をできるみたいだね。日本語がわからなくても写真で何をしているかわかるわね。それこそがチャランをおすすめする理由なんだ。日本語なので最初は分かりづらいかもしれないけど、下の画面に値段、サービスの詳細が記載されているから、気になる箇所を翻訳するといいよ。本当に自分で調べていくという感じね。日本語がわからなくてもどこにどんな情報があるか触っていけばすぐになれるよ。オンラインゲームが慣れると簡単なのと似ているわね。一つ見ると似たサービスも表示されるから、だいたいどれくらいのお値段になるかわかるのがいいんだ。写真でイメージをつかんで気になったら日本語を翻訳する。慣れれば簡単ね。これから日本に来る人にとって日本語に慣れる機会にもなるからね。慣れって大切ね。もう一回操作を説明するね。遊び・体験のカテゴリーから
度は着物や浴衣の着付け体験を見てみよう。数が多いので東京でさらに絞ってみるね。空き状況の日付やお値段を参考に選ぶといいよ。お値段もばらつきがあるわね。サービス内容でも変わってくるからね。ここ良さそうね。着物を着て楽しんでもらうことを日本人は大歓迎だからね。たまに文化侵害じゃないかとか論争になるわね。文化を大切にするための話みたいだけど、正直なんで揉めるかわからないよね。それこそが文化の違いだから良いのよ。私は日本に来てくれた人に楽しんでもらえたら嬉しいわ。本当にそうだね。着物や浴衣を楽しんでほしいね。チャランはいろいろな探し方があるからね。まずは4の目的別で探すのに慣れて、日本語のキーワードを入れる2ができるようになれば完璧だよ。まずはいろいろ触ってみることね。旅行の楽しみは計画を立てる時から始まるからね。最新情報にたくさん触れると計画がより楽しくなるよ。サイトの会員登録をして予約までできるといいんだけどね。そうだね。でもできなくてもやりたいことのページを印刷かスマホに保存しておいて、日本に来てからホテルや観光案内所で相談するといいよ。なるほどね。やりたいことが明確だとサポートしやすいからね。他に注意することはある？お祭りとか日程が決まっているのは注意が必要だね。これ行きたいと思っていて間に合わないと辛いものね。だから事前に計画を立てるのがいいんだよね。日本のこんなことが知りたい。日本のこんな場所に行きたい。気になることがあったらコメントをください。この動画を見てくれた人と日本で会えたら最高ですね。今日も皆様の一日が最高でありますように。また会いましょうね。